劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を見てきました。まずは前半ネタバレなしパート。こちらでどのような人におすすめかなどをお伝えして、後半の方ではネタバレありでどういう映画だったかなど、コナンシリーズ全般についてちょっと語っていきたいと思います。ネタバレなしパート。登場人物の予習なしで楽しめる映画になっています。ネタバレを踏みたくない方は予習のために何も見なくて大丈夫なので、見ない方がネタバレを踏まないで済むのでおすすめです。どうしても何か見たい場合は公式サイトのみ見るのがおすすめです。次に誰におすすめの映画か。子供が見ても大丈夫です。子供が中盤で内容がもしわからなくなってもアクションもあり楽しめるゴールデンウィークおすすめの映画です。アクション9割、ミステリー1割の映画で、キャラクターの関係性、恋愛、コナンファン向け要素も多くあります。なので、ミステリーファン、ミステリーじゃないと嫌という人には期待と違いそう。バイクアクション。この千早というキャラクター推しの映画です。この作品で大きく扱われるのは、こちらの萩原千早という女性の白バイ小隊長のキャラクターです。このメインビジュアルのイメージにあるように、千早がコナン君と共に事件を解決していくというのが大きなストーリーの流れになっています。こちらに書いているように、旋風巻き起こすリミットブレイクバトルミステリー、レーススタートと書いています。このように、実はレースものなんですね。物語の中盤が複雑です。多くの人がいていろいろ起こるのだろうという予感。登場人物が多くて名前を覚えきれない。こういう感覚に中盤に陥りました。でもキャラ分けはわかりやすいです。どの人がどのような役割のキャラクターなのかっていうのは見た目だったり発言でよくわかるので。なので最終的な結末では混乱しないけれど中盤で登場人物がぎゅっと増えます。中盤複雑なのですけれど特に用意しないで見る方が楽しめそうです。そして用意しても劇場版限定の人だったり立場が多いです。なので用意しても、中盤でぎゅっと人が増えるというのは用意しても対応できることではありませんので、なので特に用意しないで見る方が楽しめそうです。子供がどこまで人物を把握しながら楽しめるか、混乱飽きたりしないか、少し中盤が不安ではありますね。コナンのテーマ曲、クライマックスの盛り上がりを体感するなら、映画館の大迫力のスクリーン、音量でぜひ楽しんでいただきたいです。とても迫力ありますね。続いて、みんなの評価について、映画 .com の評価を見てみました。平均星 3.2。内訳は星5が 19%、星4が 35%、星3が 27%、星2が 11%、星1が 8% でした。作品注目ランキングも1位であったり、多くの人が見ている映画みたいですね。星4の人が一番多く、続いて星3、続いて星5。はい、星4、3、5の順番に多いようですね。続いて映画 .com での
みんなの感想をまとめてみました。いい点、楽しかった。白バイ隊員の千早さん、女性がかっこいい。悪い点、推理少なめ、もっと派手にしてほしかった。という感想が多く寄せられていました。ミステリーというよりバイクアクション映画。スピード感あるアクションアニメ。全年齢向けゴールデンウィーク映画。そしてコナン君視点で全年齢が楽しめる事件の解決。そしてこのバイクアクションのスリルというのを楽しめる映画です。そういったアクション、ミステリーといった方面で楽しむ一方、あくまで私は一般的なハードコアコナンファンではない一般的な視点の感想ですけれど、関係性として見る映画でもあるのかなと思いました。今回登場する萩原千早という風の女神とも呼ばれているかっこいい白バイお姉さん、その千早を推しとして見る映画とも言えると思います。かっこいい姿を見に行く男性刑事横溝との関係性を見守る、応援する。千早をかっこいいと憧れる蘭姉ちゃんの視点で見るファンも多いのではないでしょうか。また、雑誌アンアンで特集されていました。このかっこいい白バイお姉さん千早を応援する視点であったり、爆弾処理班コンビ萩原と松田、萩仁平ちゃんの関係性が好きな女性層に特に刺さる映画だと思いました。ここまでをまとめると、アクション9割、ミステリー1割の映画で、関係性、恋愛、コナンファン向け要素の多い映画です。なのでミステリーじゃないと嫌という人には期待と違うバイクアクション千早推し映画。そして千早を中心としたコナンキャラクターの関係性を楽しむという見方も多そうな、そういう映画でした。この後はネタバレありパートに移っていきます。ネタバレありパートです。事件について以下、ネタバレあります。もう事件の核心なのですけれど、今回出てきた敵役、犯人役というのが2つありまして、まず1つがバイクを自動運転させて兵器化させる、そういうビジネスを従っているエンジニア。そのエンジニアが実験をしていて、その危ない実験をバレそうになったら口封じをしていたという殺人事件がありました。このエンジニアに対抗する別の兵器会社、復讐をしようとしているバイクデザイナーがいました。今回の映画は犯人は誰というミステリーというより、犯人は分かっていてそれを追うバイクアクション、そういう映画でした。全年齢ゴールデンウィーク向けで楽しめる映画です。序盤の考察です。全部見た後に振り返って考えると、白バイの女性警察官千早が運転アシスト機能を切って運転した時がありました。その時にバイク自動運転兵器化を企むエンジニア大前和明、彼が困りましたねという表情をしていました。この表情は千早が運転アシスト機能を使った時の運転データが取れなくて残念という顔だったのかもしれないと振り返ると思いました。終盤の感想ですけれど、コナン君のサッカーボールがヘリの鉄のドアもぶち破るシーン。あのシーンがインパクトのあるシーンでとても好きでした。あくまでライトなコナンファン、
一般人視点の感想ですけれど、終盤パラシュートで一人降りてった時にどうにか3人捕まって降りられないかと思ったけれど、これはカップリングのための演出なのかと思いました。この映画では関係性がとても多く出てきていて、この白バイお姉さん千早とゴリラ男性刑事横溝の美女と野獣のようなコンビ、そしてジークンドー僕っ子探偵セラとコナン君の友達バディ感のあるような、こういうセットカップリングが多くあるような、そういう印象を受けました。関係性の話とは少しずれるんですけれど、コナン君がすぐ人に GPS をつけるためらいのなさが隠れた狂気だと振り返ると思いました。そしてそこから思うと、名探偵のミステリーものの映画ではなく、コナン君がプライバシーや警察などの機密情報を手に入れ、警察に犯人を逮捕させるスパイ映画なのではと振り返ると思いました。関係性について少し戻っていきます。この映画の途中では灰原さんに飛びつくあゆみちゃんの関係性も特定のファン層に向けていそう。そういうような描写がありました。雑誌アンガンでも取り上げられていたように、爆弾処理班コンビ萩原と松田の萩仁平ちゃん、この2人の関係性、そして蘭姉ちゃんを助けに行く工藤新一コナン君、このように多くの豊富な関係性のラインが巡らされているというようなことを映画を振り返って思いました。まとめ。事件の真実はいつも一つ。だけれども、名探偵コナンの関係性は無限の可能性があり、ファンの見方は無限。豊富なグッズ集めを楽しみに、ぜひ劇場でお楽しみください。もう一つの事件は豊富なグッズ売り場で起こっているようです。怪盗キットグッズもあってやっぱり人気でした。映画とはずれるのですが、もう一つの謎、コナン作品不動の人気についてです。他のミステリー作品、金田一少年などよりも、名探偵コナンが毎年映画になるなど、長期的な人気の秘訣は豊富なキャラクターの関係性にありそうです。多様な個性のキャラクターとその関係性の掛け算で多くのファン層に支持されているから人気が長く続いているのだと思いました。このファン層には2つあって、映画を見て事件を見ている層と、事件を通じて関係性を見ている層があると思いました。そして事件を通じて関係性を見ている層。この層が名探偵コナンの毎年映画化される秘密の理由なのでは、そう思いました。さらにこの2つある事件を見ている層、事件を通じて関係性を見ている層。この2つの事件を見ている層の子供がある日覚醒をして事件を通じて関係性を見ている層になる。このような毎年雪だるま方式に増え続けるファン層というのがコナンの人気の秘密なのではないか、そう考えました。少年漫画の層に始まった刃、怪盗キッド。その後に始まった名探偵コナンは少年漫画の域を超えて、この沼は深い、そう感じさせる作品、映画です。名探偵コナンの人気の謎と秘密はまだまだ深く、これからも深く深く増えていきそうだと思いました。
ぜひ劇場で見てみてください。高評価、チャンネル登録、あなたの映画の感想、推しのキャラクター、カップリングもコメント欄に書いてみてください。